こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は手順を最大限省略したすごく簡単なもちもちフォカッチャの作り方をご紹介します。材料はこちらです。おすすめは強力粉ですが、薄力粉や中力粉でも OK。オリーブオイルもサラダオイルなどで代用できますよ。それでは材料を混ぜていくのですが、フォカッチャを焼く容器の中で直接混ぜてしまって OK です。私は今日一辺が16センチで深さが4.5センチの耐熱皿を使います。耐熱皿はガラス製ならこのセラベイク、金属製ならテフロン加工がされているものだとパンがスルッと剥がれるのでおすすめです。耐熱皿や型がない場合はボウルで混ぜたパン生地をクッキングシートを敷いたオーブンの天板に流し入れて焼いても大丈夫なんですよ。ということで、まずは強力粉 200g を入れます。パンは正確な分量で作ることがとっても大切なので、必ずスケールに乗せて重さを測りながら作業をします。はい、ぴったり 200g になりました。次はドライイースト 3g を加えます。このように1袋 3g ずつの個包装になっているものが使いやすくておすすめです。塩とドライイーストが直接触れないようにイーストに強力粉をかぶせておきます。そして塩 3g も加えます。最後に水 200g を加えます。分量はすべて測り終えたのでスケールを外します。スパチュラで全体を混ぜ合わせていきます。ボウルと違って深さがないのでこぼれないように優しく混ぜてくださいね。硬化水フォカッチャは生地がドロドロの状態が理想なので、もし 200g では水が足りないようであれば 10g ほど水を足してみてください。このように粉っぽさがなくなってスライムのようなドロドロ具合になれば OK です。こんな感じで生地を四隅に広げておきます。あとは室温で30分から1時間ほど置いて生地が2倍に膨らむまで発酵させます。どれくらいの発酵時間が必要なのかは室温によって変化します。夏の暑い時期でエアコンのついていない部屋であれば30分でもしっかりと生地が膨らみますし、冬であれば1時間はかかると思います。何分発酵させるかではなくて生地が膨らんでいるかどうかを目安にしてくださいね。はい、30分経ちました。生地が先ほどの2倍くらいまで膨らんでいますね。それではパンチをしていきます。パンチというのはパン作りの工程の一つです。生地を畳みながらガス抜きをすることです。このフォカッチャは生地がとっても柔らかいので、こんな感じで下から優しくひっくり返すようにすれば OK です。はい、このようにひっくり返せたら生地を容器の四隅に広げます。こんな感じで OK です。ガスが抜けて生地が少し縮みました。ここからもう一度生地が2倍に膨らむまでさらに30分から1時間ほど室温で発酵させます。30分経ちました。生地がしっかりと膨らんでいますね。ここにたっぷりのオリーブオイルを回しかけます。サラダ油や太白ごま油のように癖が少ない油で代用しても大丈夫ですよ。だいたい大さじ2くらい回しかけました。次に生地に穴を開けるために手にオリーブオイルを塗り込みます。このように指で生地に穴を開けていきます。生地に対して垂直ではなく斜めに指を差し込んだ方が穴が埋まりにくいのでおすすめです。こんな感じでまんべんなく穴が開けば OK ですよ。このまま焼いても良いのですが、今日はトッピングをしていきます。私は岩塩、ブラックペッパー、オリーブをのせようと思います。
他にもスライスした玉ねぎとチーズ、シナモンとお砂糖、ベーコンやソーセージなどいろいろな具材を乗せることができます。お好きな具材を乗せてみてくださいね。はい、こんな感じでできました。それでは220度に予熱しておいたオーブンで20分から30分焼きます。焼き時間は使用している容器やオーブンの性能によって変わるので、20分の時点で一度焼け具合を確認するようにしてくださいね。10分経ちました。オーブンに焼きムラがある場合は、こうやって向きを変えてできるだけ均一に焼けるようにしてくださいね。焼き始めてから25分経ちました。しっかりと膨らんで焼き目もついています。はい、とっても美味しそうに焼けていますね。ヘラを使ってフォカッチャを容器から取り外します。見てください。きれいに取れましたよね。セラベイクって本当に焼き付きがなくて便利なので、すっごくおすすめなんですよ。粗熱が取れたので切ってみます。美味しそうですよね。こんな感じで弾力もあります。このフォカッチャは薄力粉や中力粉でも作ることができますよ。その場合、焼き上がりの食感が少し蒸しパンのようなふわふわさになります。食感の違いはあってもきちんと美味しく作れるので、強力粉をわざわざ買いたくないなという方は、まずはお手持ちの薄力粉で作ってみるのも良いかと思います。またセラベイクがあれば、こうしたパンやケーキ、あるいはグラタンのチーズなども焦げつかずにスルッと取れて、本当に感動するほど便利なので、とってもおすすめですよ。ということで、焼きたてのフォカッチャを食べてみようと思います。いただきます。見てください。すっごくふわふわもっちもちですよね。お味の方も小麦粉の甘みと香ばしさがしっかりと感じられて、びっくりするほど美味しいです。この高加水フォカッチャは、私が作ったことのあるパンの中でも一番簡単だなと感じました。そして自分なりに試行錯誤してレシピを改良した結果、今回の手順が一番簡単かつ美味しい作り方じゃないかなと思っています。失敗のしようがないぐらい簡単なので、パン作り初心者さんにもぜひぜひ試していただきたいです。ということで、今日の動画はここまでです。次回の動画でまたお会いしましょう。また見てね。